この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。夜。ひっそりと静まり返った住之江学園。琴葉の言った通り、校舎の西側に回ると、鉄格子に囲まれた簡素な扉があった。鉄格子の戸は開かれており、簡単にその扉に近づくことができる。開いてる。ここでいいみたいだな。扉を開けると、そこには非常用と思われる階段が続いていた。これを登っていくしかないわけだな。ここか。各階の扉はしっかりと施錠されていて、校舎内に入ることはできなかったが、屋上の扉だけは開いていた。琴葉の仕業だろう。つまり琴葉はもう来ているということだ。校舎の屋上にはガラス張りの屋外プールがあった。照明の類はさすがについていないが、今日は随分と月が明るいので、暗闇に足を取られることはない。さて、琴葉はどこだろう。その時、水の音が聞こえた。プールからだ。いくら月が明るいとはいえ、こんな夜中にプールで泳いでいるとでも言うのだろうか。まあ、琴葉ならあり得るか。昔も学校のプールに忍び込んで泳いだことがあった。水泳をやめたなんてことに比べたら、こっちの方がよっぽど琴葉らしい。プールの中を見ると、黒い人影が水中をかなりのスピードで移動している。潜水したまま、あのスピードを維持するっていうのはなかなか。ちょっと待て、いつからだ？琴葉はこの人影はいつから、潜水していた？さっきの水音は息継ぎするために水面に顔を出したというにはあまりにも小さくなかったか？琴葉？泳いでいるのは琴葉だとしても、水中では俺の声は届かない。目を凝らしてもその人影が琴葉だと判断できるほどはっきりとは見えない。こうなると月明かりも水面に反射してその判断の邪魔となっていた。カッパとかじゃないだろうな。今、カッパって言った？せめて人魚って言ってよ。琴葉？水面から出てきたのは確かに沖原琴葉、その人だった。おほ、でかい。さて、何から話そうか。おお、YouTube でよかったぜ。Twitch だったらバンだったな。プールサイドに腰掛けた琴葉の姿は、はっきり言って美しかった。豊満な乳房をかろうじて隠しているビキニの水着も、月明かりを受けて、きらめく長い髪の毛も、俺の知る沖原琴葉であって、俺の知る沖原琴葉ではない。違和感とは違う。もしかして俺が今まで琴葉の美しさに気がついてなかっただけなのか。髪の毛重くないのか？そこからか。俺は動揺を見破られないように慎重に言葉を選ぶ。いや、冗談だが、一部冗談じゃない。キャップもかぶらずに水中であんなに速いって。いや、そもそもあんなに長く潜水していられるってのは、それが琴葉のメティス。そういうことか？さすが刑事。ご明察。前振りはあったよね。そのものズバリ、マーメイドっていうメティスネームでね。水中呼吸から体にかかる水圧の低減、水中での体温調整。果ては、接触した水流の操作も可能という優れもの。メティスを発動し続けられる限り、装備なしでの深海潜航も可能なの。いいでしょう。いいでしょうって、いや、すごいけど。まあ、地上じゃ大した役には立たないけどね。そうね。タオルなしでも体に付着した水分を弾いて乾かすくらいはできるよ。
逆にいつまでも水分を保持して潤いを保つとか、しかもね、こういう能力には珍しくはないんだけど、MWI 値を測る機械でもないと、メティスを使ってるかどうか、はためにはわからないんだよね。それが水泳をやめた理由なのか？それはたとえ琴葉がメティスを使用せずにいい記録を出したとしても、常にメティスを使用していたんじゃないかという疑いをかけられるってことだ。やめてないって、今だって泳いでいたじゃない。やっぱあれだな、察しのいい人間ってのは話がどんどん進んでいくな。水泳部にだって入ってないんだろ？住之江の部活ならメティスの使用なんてむしろ推奨されるんじゃないのか？まあ、そうね。だったら待ってって。悪い。刑事の言いたいことはわかるよ。メティスに目覚めて、もう1年以上。私だっていろんなことを考えたの。ほら、私負けず嫌いじゃない？だから、泳ぎだって誰にも負けたくないって思ってた。でも、水泳の強豪校、最新館学園に行ってみて、なんか違和感があったのよね。なんて言えばいいのかな。なんか狭いなって、そんな時、このマーメイドに目覚めたの。はじめは何の冗談かと思った。誰にも負けない能力を持つっていうのは、誰とも競い合えないって意味だったんだよ。あの時は、本当に自暴自棄になりかけた。だけど、そこにカオル子先生が来たの。私自身が求めたものを実現するために、メティスは私の中に芽生えたんだって。だから、これを皮肉な結果だとは思わないでって。私が本当に求めたものが実現するのはこれからだから、結果はまだ出ていないんだからって。そんなわけで、最新刊はあっさりやめちゃって、住之江に来ることにしたの。言いたいことはわかるんだけど、それでも釈然としない。刑事。だってそうだろ？確かに琴葉の求めていたものは本当は違うのかもしれない。でも、それでもだ。それは水泳をやめなくちゃいけない理由になんかならない。違うか？それなら俺は全ての記録を塗り替えて、私は誰の挑戦でも受けるとか高笑いする琴葉を見たかった。ちょっと待ってよ。刑事の中の私、そんなキャラなわけ？まあ、さすがにちょっと違うが、でも想像できない範囲じゃない。俺は照れくさくなってぷいっと琴葉から目をそらした。もっとも照れくさくなった理由は自分のセリフのせいではなく、その笑いで琴葉の胸が大きく揺れた上、その頂点のあたりにはっきりと突起を確認してしまったからだ。そうなの？男の子。高笑いは言い過ぎだったけど、お前基本的に負けず嫌いだったじゃないか。負けず嫌いはそうだと思うけどね。でも残念。私はそうはしなかったのよ。まだ笑いが収まらない様子でクスクスと肩を揺すらせる琴葉。その度にフルフルと揺れる胸に思わず目がいってしまうのを、俺は必死にこらえた。思春期。坊ちゃん思春期入っとる。こいつの胸、ちょっとエロすぎやしないか。わかる。これは、しゃあない。これはしゃあないよ。だいたいね、水泳はやめてないって言ってるでしょ？私がやめたのは、競泳だけ。そやね。競泳？あ、そこの違いが分かってなかったんだ。そう。水泳で競い合うのは、もうあんまり気持ちよくなくなっちゃってたの。まあ、これでもし、刑事も競泳をやってたなら、まだまだ未練たらったらだったとは思うけどね。今はもう未練はないと？競泳にはね。今は、どれだけ気持ちよく泳げるかって方が興味ある。気持ちよくねえ。実は、こっそりと海でも泳いでたり。琴葉はチロッと舌を出してそう言う。海で？もう寒いだろ。って、メティスで体温の保持もできるって話だったか。そういうこと。でも、海で泳ぐのなんて禁止されてるだろ？危険も多いだろうし。だから、誰にも内緒ね。刑事には全部話すって言ったから教えてあげるけど、このことは風花にだって言ってないんだから。
そうか、海水面の上昇であちこちが海になっとるから、海流の関係とかいろいろが相まって海で泳ぐのは確かにすぐに流されてしまうな。はあ。どっちだろう。注意する。呆れる。どっちだ呆れようか。はあ、姫川もかわいそうに。心配させたくないってのはわからんでもないけど。しかしなるほどな。競い合う相手はいなくなったが、挑む相手は見つかったってわけだ。おー、海に挑むってことね。さすが刑事。さすがって。その時、視界の端に一条の光がよぎった。やば、見回りだ。どうしよう。私一人ならなんとかなるんだけど。常習犯か。普段はどうやってやり過ごしてるんだ？潜ってる。水面でライト反射しちゃうから見えないみたい。なるほど。確かに琴葉一人ならなんとかなるか。と言ってる間にもライトが左右に動きながら屋内プールに近づいてくる。ここまで来る？いつも通りなら確実に。今日だけめんどくさがるなんて幸運はなさそうか。わかった、覚悟を決めよう。覚悟って？なんだ今、大きな水音がしたと思ったが。俺は覚悟を決めて琴葉と共に水の中へと身を沈めた。なるべく音を立てないようにと思ったが、服を着たまま、しかも急いでとなるとさすがに難しかった。さて、俺の息はどの程度持つか。警備員がさっさと言ってくれるとありがたいのだが、水温で警戒レベルを上げてしまったのは手痛いミスだった。琴葉は心配そうな顔で俺に、手を添えてくる。そこまで心配しなくても、見つかったところで厳重注意される程度、悪くてもしばらく低格くらいのものだろう。そんなことを思った時だった。琴葉が触れた手から何かが伝わってきた。水の中で静電気というのは考えにくい。やはりこれは何かの合図、いや、啓示。それは憶測というよりは予感。予感というよりは直感だった。マーメイド。誰もいない。気のせいか。っていうか、夜のプールに誰かいるってのも怖いな。もう行こう。行った。びっくりした。驚いたのはこっちだよ。刑事めちゃくちゃ息持つね。刑事こそ水泳やればいいのに。まあな。引きつった、笑みを浮かべながら、俺は今起きた出来事の整理に頭をフル回転させていた。俺は確かにマーメイドを使った。そしてこの前使ったのはアイギスだ。このメティスは俺のメティスは、ある程度絞ったものの、俺はほぼずぶ濡れと言っていい格好で学園を抜け出てきた。琴葉も一緒に出てきたが、バッチリ制服に着替えてやがる。さすが常習犯は用意がいい。それにしても、惜しかったね、刑事。惜しい？刑事が苦しそうなら、人工呼吸でもしてあげようかなーなんて水の中で思ってたのに。うわ、お前。うわ、こういうことで刑事が動揺してくれるとは。月明かりの下の水着姿は、それなりに刺激的だったかしら？いや、すまん。ちょっと別のこと考えてて、リアクション間違えた。もう一回頼む。何その失礼な言い草は。まあでも、水着姿はかなりグッときたぞ。お前本当にいいプロポーションになったよな。ちょっとドキドキした。正直ちょっと立ってた。とはさすがに言えない。でもあの体はやはりエロすぎると思う。ひどい。そう？ああ、人気があるのもうなずけた。他の人の評価なんて別に。なんだって？
なんでもない。あれ、そういえば、ことは、髪の毛まで完全に乾いてる？だから言ったじゃない。マーメイドで体に触れてる水もある程度はコントロールできるのよ。それでパーッと。何その超便利便利能力。でもこれで髪を乾かすのかなり難しいんだからね。やりすぎるとバッサバサに乾燥しちゃうし、一度ハリネズミみたいになっちゃったこともあるし。ああ、なるほど。ってことは俺もマーメイドを使えば今のこのずぶ濡れの状態が乾かせる。しかし今俺の中にマーメイドはない。あの静電気のような感覚、多分あれがトリガーなんだろう。触れればどこでもいいのか、どれくらい触れればいいのかはよくわからない。確実に言えるのは握手ができれば十分そうだということ。手首を取るくらいでもいけそうな気はする。琴葉、ちょっといいか？俺は琴葉に触れようと自分の手を伸ばした。何刑事、私と手でもつなぎたいの？ああ、うん。え？そうだよな。普通女の子と手をつなぐってのはそれなりの意味を持っちゃう可能性のあるってことだよな。女の子って誰が？琴葉が。おほ。月明かりの下の水着姿脳裏をよぎる。琴葉と手をつなぐ。いや、別にいいけど。刑事と手をつなぐなんて別にそんな意識するようなことじゃないし。おお、だけど琴葉のその声はやけに上ずって聞こえたが、俺は俺でやけに呼吸が荒くなっていた。俺の手は琴葉に近づこうとするが、何かに阻まれるかのように宙をもがく。いいからつなぐなら早く。そんな俺の、手を、焦がれた琴葉が強引に取ろうとしたその時、ついに登場。俺たちはびっくりとして触れかけたお互いの手を引っ込めた。なんでここに琴葉ちゃんがいるの？しかもなんかいい雰囲気だし。この声は？まさか、まなみ？来たぜ。実のとこ、キャラクターとしては、てか人物としては、先輩っていうかね、沙織先輩が好きなんだけど、この全体的なストーリーとしては、まなみの話が一番好き。Yes, I am! そこにいたのは紛れもなく俺の妹のまなみだった。ボストンバッグを抱え、琴葉の特に胸を睨みつけている。琴葉ちゃんがここにいるのはどういうことなの？もしかして右輪さんにお兄ちゃんを勧誘させたのも琴葉ちゃんの差し金？違う！私だって刑事がここに来て驚いたんだっての。本当に？ほんとっていうか、まなみこそなんでここにいるのよ。うん、俺もそれを聞きたい。家で何かあったのか？うち？何にもないよ。お父さんとお母さんがイチャイチャしてるくらい。それはいつも通りだな。おじさんとおばさん相変わらずなんだ。で、まなみ、お前がここにいる理由は？そんなの決まってるじゃない。刑事を追いかけてきたんだ。違う、そうじゃなくて、私もメティスに目覚めちゃったから仕方なくここに来たの。別にお兄ちゃんを追いかけてきたわけじゃないんだから。はい。メティスに目覚めたまなみが。そう、これからはメティスパさんまなみって呼ぶといいよ。まなみはドヤ顔だった。そしてまなみがドヤ顔をするのは、相当に自信がある時しかしないと俺たちは知っていた。つまりそれは事実なのだ。まなみがメティスパーサー。どんな能力？へへん。どういう能力かと言いますとですね。まなみはボストンバッグをごそごそと探り始めた。あれ？あった。腕箱？その中のこいつです。じゃじゃーん。鉛筆？腕箱でもわからないが、鉛筆を誇らしげに出されてもやっぱりさっぱりわからない。取り出したるこの鉛筆、
種も仕掛けもございません。さ、お兄ちゃん、確認して確認して。確かに普通の鉛筆だ。ちなみに B。この鉛筆を手に持ちます。そして、まなみパワーを注入。はあ。まなみパワーというのはメティスのことでいいんだろうか。メティスって人それぞれいろんな集中方法があるから。そんなもんか。さあお兄ちゃん、この鉛筆を折ってみて。折るとどうなるんだ？爆発でもするのか？江坂のダビデストーンと同系統ならそういうこともあるのかもしれない。爆発なんかしないから早く。おう。俺はまなみから鉛筆を受け取って両手でへし折ろうとした。うわ、なんじゃおりゃ。どうしたの？めちゃくちゃ硬くて全然折れない。どれどれ？うわ、ほんとだ。これは硬い。ふふん。で、まなみ、この鉛筆はこれからどうなるんだ？どうってまさかそれだけ？まなみのメティスは鉛筆が硬くなる、それだけ？あらゆる衝撃を防ぐ姫川のアイギス。自在に炎を発生させる祐天寺のプロミネンス。自分の影からイドロイド、を作り出して操る宇佐美先輩のアンブラ。そして水中での活動をサポートする琴葉のマーメイド。まなみ、それの名前は？名前？メティスネーム特に思いついてない？じゃあマナミペンシル。違うな。絶対とは言わないけど、まず違うね。大丈夫だ、まなみ。すぐにメティスネームを思いついて、そのメティスの、も本当の力が開花するさ。お兄ちゃん、絶対マナミのことバカにしてるでしょ。してないって。すごいな、まなみ。まさかお前がメティスに目覚めるなんて思ってもみなかったよ。頭を撫でてやると、まなみは恨みがましい目で俺を見上げたが、撫でる手を振りほどいたりはしなかった。俺の妹超かわいい。来たのか？俺の能力はやはりそういうことなのか？で、琴葉ちゃんはなんでここにいるの？私も同じだって。メティスパサ。この状況になった時に、刑事は名前を思い出せるのかな？琴葉ちゃんも？お兄ちゃんは知ってたの？いや、俺もこっち来てから初めて知った。その辺の情報はまなみと変わらないんじゃないか？別に隠してたわけじゃなかったんだけどね。まさか二人とも墨の絵に来るなんて思ってなかったし。まあいいけど、もう一つ聞きたいんだけどさ。何？ちょっと育ちすぎなんじゃないの？これ。いや！いきなりおっぱい揉まないでよ！何この柔らかさ！これで今お兄ちゃんのこと誘惑してたの？してないって。どうやったらこんなになるの？何か特別なもの食べてる？やっぱり牛乳？水泳っておっぱい大きくなるの？こら、まだいい加減にしろ！こら、そんなこと言ってまなみもすっごいじゃない。ちょっと何よこれ。外で大声を張り上げながら女が乳を揉み合っとるんか。すごいな。いろんなものが硬くなるぜ、お兄ちゃん。琴葉ちゃんの方が全然すごいもん。視線と股間が硬くなるぜ。俺の目の前では、妹と幼馴染のおっぱいが揉み合いおっぱいの揉み合いが繰り広げられているが、あまりエロティックなものを感じないのは俺のせいではあるまい。そろそろしてしつこく胸を揉みまくるまなみの頭を琴葉は両手で抱きしめてその胸にうずめてしまった。も
当にまなみだ。マナ、久しぶり。もう、ことはちゃん。連絡くらいしてよ、バカ。ごめんね、マナ。それから、墨の絵学園にようこそ。またよろしくね、ことはちゃん。こっちこそ。一時はどうなることかと思ったが、とりあえず2人は落ち着いたらしい。まなみ、今から学生寮に行くのか？もっと早い時間に来たかったんだけど、前の学校に挨拶してたりしたら遅くなっちゃった。前の学校に挨拶って、なんでそんな急な？別にお兄ちゃんに会いたくて急いだわけじゃないからね。かわいい。わかったわかった。ほら、カバン持ってあげる。ありがとう。いかん、ちょっと寒くなってきた。さっさと寮に帰ろう。そういえば濡れネズミだったね、刑事。寮戻ったらちゃんとお風呂で温まるの？はいよ。っていうか、なんで濡れてるの？まあ、いろいろあったのよ。さあ、行こう行こう。常若寮はこっちだよ、まなみ。じゃあ、ことは、まなみのことは頼んだ。俺は急いで帰る。はーい。おやすみ。お兄ちゃん、おやすみ。おう、また明日な。鉛筆が硬くなるねえ。まなみパワー注入。おお、これは。ただいまーっと。おう、勉強？なんか宿題出てたっけ？いや、ちょっとだけノートを見返してただけだ。そうかそうか。まあ転校したてだといろいろ面倒だよな、その辺。まあな。って言ってもあんまり自分で勉強する方じゃないけど、興味あるものだけだな。はっはっは。俺もだ。さすが刑事、心の友よ。つうか浩平、お前風呂は？そろそろ風呂の時間終わるぞ。お、サンキュー。刑事はもう入ったっぽいな。おう、帰ってきてすぐにな。了解。そんじゃ行ってくら。いってらっしゃい。思わず隠してしまったが、確かに今、鉛筆は硬くなった。あれもう、普通の鉛筆に戻ってるな。そうか。メティスが切れると元に戻るわけか。なるほど。それは、まなみのメティスのルール。姫川のアイギス。琴葉のマーメイド。そして、まなみの鉛筆を硬くするやつ。あ、名前は出てこんのか。なるほどね。もう少しサンプルが欲しいところだが、俺のメティスのルールは大まかには見えてきた。そうやね。人のメティスを使う。そういうことだろう。一見異常に便利に思えるが、そのメティスを持つメティスパサーとある程度以上接触しなくてはいけないこと。たった一度の使い切りであること。となかなか小回りが利きにくい。そして何よりダメそうなポイントとして、誰かのメティスを保有している状態では他のメティスを得られないこと。おそらくこのルールが存在する。ストックは常に一つということだ。まあ、あと一晩眠ったりしても保有していたメティスは消えるみたいだが、この辺の条件はもう少し実験してみた方がいいかもしれない。それと、どうもそのメティスの概要くらいは分かってないとダメってのはありそうだな。朝日奈先生の言っていた腕の例えを借りるなら、生えてきた腕に気がついてないといったところか。なかなか不便な能力だな、こいつは。そんなつぶやきを漏らしつつ、俺はにやけそうになる顔を必死で抑えた。制約は多いが、これほど何でもできる能力なんて面白すぎるだろう。こうなってくるとむしろ制約がきつくないと面白くない。不便で結構、俺は今までの生活に支障があるわけじゃない。だがもう一つ、メティスの発動条件以外に制約がある。俺のメティスの詳細は誰にも知られちゃいけない。最初に俺が食らったメティス、エビナのパペット・イン・ザ・ミラー。あれは能力としては小さなものだが、その仕組みさえ知られていなければ、もっと凶悪な使い方ができたはずだ。
俺のこのメティスも知られてしまえば対処されてしまう類のもの。何しろ他のメティスパサーに接触できなければただの人間と変わりない。その時が来るまでは隠す。ゲームだな、こりゃ。メティスの研究機関であるこの墨の絵でメティスの能力を隠して生活する。一切メティスを使わなければそれも可能かもしれないが、それはつまらないしゲームにならない。バレたところで大きな利点が失われるだけだ。バレないようにはするが、使える限り目いっぱい使おう。バレちゃいけないが、バレるまでは最強のカード。そんなジョーカーみたいなメティスだ。これは。ジョーカー？頭の中で何かがピタリとはまり込んだ。こいつの名前は、ジョーカー。微細な痙攣が体中を駆け巡り、そして浸透していく。俺の持つメティスはジョーカー。目の覚めるような感覚、何かが晴れ渡っていくような感触。メティスネームを得るっていうのはこういうことか。そして今、俺は自分のメティスにジョーカーというメティスネームを得た。ジョーカーか。なるほど、ワイルドカードってわけだ。どうしよう、めちゃくちゃ興奮してきた。今日は寝られないかも。徳岡寮に着くと早速部屋に案内された。1階の一番端っこの部屋だった。なにマナ一人部屋なの？1年生のお部屋、今ここしか空いてないんだって。というか、物置になってたのを無理やり開けたとかさっき聞いたけど。案内してくれたのは2年の姫川風花先輩。どうやら琴葉ちゃんのルームメイトらしい。可愛らしくてしっかりしてて、その上おっぱいもなかなか大きい。お兄ちゃんのクラスの委員長もしているそうなんだけど、むちゃくちゃお兄ちゃんの好みの線いってる気がする。さすが妹の勘鋭いな。裏口のすぐだからね。何か起こったらすぐに逃げられるね。あんまりそういうことは起こってほしくないですけど。そりゃそうね。ふったくなく笑う琴葉ちゃん。なんか笑うたびに胸がこうゆさってしてつい目がいってしまう。っていうか琴葉ちゃんもちょっと見ない間にバージョンアップしすぎなんじゃないの？私もかなり頑張って大きくしたつもりなのに、何なのよこの非常識なボリュームは。そうだね。ごめんねまなみちゃん。いえ。うわ、かわいい。女の私から見てもすごくかわいい。仕草の一つ一つが可愛い女の子してる。眩しすぎる。ファイト、まなみ。でもびっくりしたよ。早瀬くんから妹さんがいるってお話は聞いてたけど、すぐ後から来るなんて聞いてなかったから。お兄ちゃんから私の話が？あ、それは刑事も知らなかったみたいよ。まなみ、内緒にしてたの？内緒っていうか、急に決まったことだったから、ちょっと忘れちゃってて。忘れる？マナが刑事への連絡は？何よ、琴葉ちゃん。別に私、お兄ちゃんとそんなにまめに連絡なんて取ってないからね。そうかにゃ。ほんとだもん。だって、あんまりしつこくメールとかして、お兄ちゃんに、うわ、また妹からだ、うぜえ、とか思われたくないし。まなみちゃん、お兄ちゃんのこと大好きなんだね。でも大丈夫。早瀬くんはそんなことで鬱陶しがったりしないと思うよ。なに？琴葉ちゃん、ちょっと。はいはい。琴葉ちゃんを引っ張ってぐいっと部屋の隅へ。どういうこと？あの姫川先輩ってお兄ちゃんとは会ったばっかりなんでしょ？なんでそんなにお兄ちゃんのこと知ってるの？ちょっとしたことがあってね。風花は刑事に対する信頼度が当社費 50% アップくらいしちゃってるっていうか。ちょっとしたこと？まさか。墨の絵にたどり着いた刑事は何者かに追われる少女風花と出会う。刑事は風花を助け、次々に襲い来る刺客を知恵と勇気で振り払っていく。終わりのない闘争の中、
二人の間に育まれていく信頼、そして愛情。だが、冷酷なる運命が二人を引き離す。風花が追われる理由とは、刑事に隠された秘密とは、そしてアメリカ全土を巻き込む大いなる陰謀とは。まあ、だいたいそんなようなことがあってね。あったの？っていうか、ツッコミどころそうする？3割くらい合っとるんだよな。陰謀とか資格とかはないけど、風花が刑事に助けられたのは本当。まあ、助けられたのは風花だけじゃなかったけどね。それで、好きになっちゃったりかもしれないね。もなみ？えらいこっちゃ。スペック！姫川先輩のスペックを教えて！風花のスペック？顔とかプロポーションとかは自分で見て判断すればいいね。私や刑事のクラスの委員長で、真面目で責任感は強いし、その割には固くないから信頼は厚いかな。成績もかなり良くて、学年で上位20以内にはまず入ってる。常に予習復習を欠かさないで成績を保つタイプね。おっと？そして何より特筆すべきはそのメティス。学園最強の盾、絶対防御、無敵のアイギスの使い手。学園最強。私のメティスは鉛筆を固くするだけ。琴葉ちゃん、私のことを話してる？ごめん。マナが風花のことどんな人かって聞いてきたから。そんなの私に直接言ってくれれば何でも教えるのに。その時、入り口のドアをノックする音が聞こえた。誰だろう？まだ住の家には他に女の子の知り合いはいないはずなのに。はい。夜分にごめんなさい。今日入寮した方ですね。お？わあ、なんかすごく雰囲気のある子。私と同じか、それよりちっちゃいくらいだけど、1年生ってことはない気がする。はい。早瀬まなみです。よろしくお願いします。こちらこそ、私は3年 A 組の宇佐美沙織、風紀委員をしています。ここちゃんとハテナにするの偉いね。学園内だけじゃなく、寮内の風紀の監督もしているので、何か困ったことがあったら相談してください。沙織先輩、こんばんは。あら、風花？沖原さんも、もう自室に戻っていなければいけない時間ですよ。ごめんなさい。姫川先輩は、寮母さんに言われて、私を部屋に案内してくれたんです。私の到着自体遅かったんで、それで、そう、だったら謝らなくてよかったのに。風花はそういう時、まず謝っちゃうからね。それがいいとこなんだけど。それで、沖原さんは？それはですね、琴葉ちゃんは、どんな部屋って覗きに来ただけです。まだ琴葉ちゃんはそういう時、まず謝っちゃった方がいいと思うよ。風花にまで。事情は分かったから、二人は自室に戻ってください。早瀬さん、寮生活でわからないことがあったら、私や先輩たちに遠慮なく聞いてくださいね。ルームメイトがいないから大変だとは思うけど。早瀬さん？お？気づいたか？はい。早瀬刑事とは。先輩もお兄ちゃんのこと知ってるんですね。妹さんです。妹。お兄ちゃん、ここに来たばかりのはずなのに、女の子の先輩とまで仲良くなって。仲良くなんてなってないですから。ごめんなさい。私こそいきなりごめんなさい。でも、お兄さんと違って妹さんは礼儀正しそう。早瀬ちゃんは礼儀正しいです。ちゃんとしてます。全員が全員掛け合いができるっていいよな。あれ？どこかで猫の声が聞こえる。沙織先輩の子？違うの。あれはまた勝手に入ってきちゃったのかな。とにかく今日はもう遅いから早瀬さんもゆっくり休んでね。はい。じゃあおやすみなさい。沙織先輩、おやすみなさい。おやすみなさい。なんか慌ててたみたい。なんだろうね。そう。でも、
沙織先輩の言う通り、お部屋に戻ろう。まなみちゃんもお部屋の片付け進まなくなっちゃうよ。確かに。ふうか、ちょっと先に戻ってて。わかった。早くね。はーい。姫川先輩おやすみなさい。おやすみ。さて、ちょっとだけ、マナに超お得情報。何よ、その怪しげな情報は。まあ、聞きなさいって。刑事の話。今日、刑事と話してて分かったんだけど。ごくり。あいつ、未だに恋愛について何も考えてない。多分ね、今はまだここに来たばかりで、メティスっていう事象が面白くて仕方ないんだと思う。なんでそんなこと。あいつって、興味あること見つけると目の輝きが違うじゃない？確かに、ご飯とかすごかったしな。ご飯？ああ、DSP のゲームだっけ？モンハンだろうね、多分。パロディとして。ニコラス・ケイジ丸で隠すくせに、モンハンは、隠したり、DS と PSP を混ぜたりとかするわけ？どうなんだよ。そうそう、ゴッデスハンター。私も一緒にやってたんだけどさ、お兄ちゃん何キャラも G クラスまで育てるんだよね。私は1キャラ極めるのがやっとで。1キャラでも極めたって言えるのはすごいと思うよ。まあでもそんなとこ。恋愛に関しちゃ、あいつはまだガキって言っていいと思う。自分でもそう言ってたし。まあ、私の胸とかにチロチロ視線は向けてたから、エッチなことはそれなりに考えてるとは思うけどね。やっぱり気づかれるか。結局胸の自慢なの？違うって。それにまなみも結構大きくなってるじゃない。これはものすごく努力した結果で。っていうか、ことはちゃんあっさりその数倍になってるし。数倍ってどんだけ大きいのよ。そんなことより、お兄ちゃんの話、それ、確かなの？まなみが一番近くにいたんでしょ？わからなかった？わかんないよ。お兄ちゃん、自分の気持ち隠すの上手だもん。そっか。あ、そういえばさ、祐天寺みしおって名前に心当たりない？祐天寺みしお？祐天寺ってここの親企業だっけ？その様子じゃ知らないか。昔会ってるかもしれないって刑事が言ってたから、まなみなら覚えてるかと思って。全然知らないと思う。祐天寺財閥の人なの？まなみと同じ学年にいる正真正銘のお嬢様だよ。祐天寺のお嬢様。お嬢様、また傲慢度が落ちてきていますね。ここはここで何をやってんだ？傲慢度って言われても。またナオさんのお嬢様いじりが始まった。かわいそうなお嬢様。というわけで、今夜は少し特別レッスンをすることにいたしましょう。でも、ナオさん、もう自室に戻らなければいけない時間だし、また宇佐美さんに怒られてしまうんじゃ。沙織のことなら問題ありません。弱みを握っていますので。子猫？昨日の？結局宇佐美さんが飼っているの？それは秘密です。これはどう考えても人質。いや、猫質。極悪だ。極悪人がいる。トモ？なんでもありません。何を言っている。トモにはこの子の相手をしていてほしいのだが。子猫の相手？トモはこういった小動物好きだろ？はい、大好きですけど。では頼む。今日はいろいろと無理をさせてしまったからな。ちょっとした慰安のようなものだ。はい、ナオさん。いい人だ。私も子猫と遊びたい。にゃーにゃーしたい。お嬢様はレッスンです。